はい、皆様、お疲れ様です。今日も一日、ブヒブヒ。そして、妖精おじさん。もう目の調子がね、断然悪くって、もう最近もう本当にコンタクトがすぐダメになるんで、この間も土曜日さ、無理してコンタクト続けて、親に会いに行って一緒にデートしたんですけど、もう最悪状態、目が。で、もう日曜日はもうメガネで、珍しく、もうね、テンション上がんないんですけど、メガネ姿の自分が本当にもう好きじゃなくって、もう中にはね、妖精おじさんファンの人もいるんですけど、もうね、やっぱ目がさ、なんせ0.1もないんだよ。0.06とかの世界だから、もう度がきついからさ、もうただでさえちっちゃい目が、もう、ほんとしじみ以下になるんでね。ほら、めっちゃブサイクだね。こうやってよく遊ばんかった昔。てか汚目がね。汚。そう、本当はこれで喋りたいから、もうこれで喋ろうかな、やっぱり。なんかもうメガネ姿の自分を見ながら喋るとテンションが上がんないんですよね。でも今日まだ漏れてる方かも、メガネ姿。これでも、これでも漏れてる方なんて感じなんですけど。はい、ということで今日はもう月曜日、今週も一週間始まりました。で、この動画上がってるのめっちゃ深夜やと思うんですけど、ちょっとね、ドラマ見ちゃって、で、なんかちょっとドラマの話したいなとか思っちゃって、でもネタバレになるのもあんま良くないなと思って、ちょっと喋り方難しいなと思うんで、もうでもこれさ、ノー編集だから万が一ネタバレしちゃったら申し訳ないので、ちょっともう、こっからネタバレとか聞きたくないっていう人がいたら、もう閉じてもらって、もうネタバレ大歓迎ですとかドラマの話興味ありますっていう人だけ今日はね、見ていただけたらと思います。ちなみにね、何のドラマを話すかっていうと、ミスターゲットと、東京タワー。この2本を今ね、現在進行形で僕は見てるので、ちょっとこれについての内容でちょっと熱く語りたいなと。まあ、熱くじゃない。なんか、軽くですね。熱くは語んないです。ごめんなさい。軽く語らせていただこうと思います。で、まあ、その前にはさっき乾杯したけど、めっちゃ可愛くないこれ。ブヒブヒトイストーリーのこれハムですね。そう、ハムちゃん。かわいいで、その何が入ってるかっていうと、これだいぶ前にね、いただいてた、もうほとんどないんですけど、あと1パックしか。天使の焼き芋ラテを飲みながら語っていこうかなと思います。じゃあ、乾杯いやー。お疲れ、そして。うまっ。今すっごい悩んでる。このメガネ姿で喋るのか、もう無理してこう裸眼で喋るのか、どうしよう。まあでもさ、ちょっとさ、ドラマの話する前にさ、若干紹介だけしといていい？これ思い出としても残しときたくて。この間、昨日、えー、小豆島ラーメン紹介したじゃないですか。で、オリーブラーメンや、間違えた。小豆島ラーメンやって、オリーブラーメン。で、他にもさ、もらってて、これほら、小豆島の極上一番海苔、塩海苔っていう。これもめっちゃ楽しみ。また、UV クッキングで食べようと思ってるんですけど、海苔ってね、なんか結構好きなんですよね。そうそうそう。これ楽しみなのと、あとこれ、もろみ。マルキンのこういうね、お味噌ですよ。もろみ。多分。これ味噌ですよね。大豆って書いてるから。と思ってるんですけど、こう、温かいご飯とかきゅうりにね、こう入れると美味しいらしいです。で、一番楽しみなのが、これ、ラー油きくらげ。最近さ、きくらげ大好きじゃないですか。知らねえよって感じかもしれないけど、好きなんですね。そう。これも楽しみ。この辺、ユーブクッキングで食べたいなと。で、土曜日は、うちの、マミーというか、いっちゃんトミーにもらったんですけど、いつもお土産用意してくれるんですよ、マジで。もういいよって言ってんのになんかいつも用意してくれてて、めっちゃ、なんかリアルな日用品。マジックに。でもね、これエアージェットの、ほら、こういう鬼滅のコラボのやつで、そう、こんなん用意してくれたりとか、そう、これね、前もアメちゃんもらったんですけど、なんて読むのこれ、ジンタンのど飴。ジンタン。ジンタンといえばあの花ですね。ジンタン急に何の話って知らない人からね、ちょっと何の話っていう話かもしれないですけど、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないってアニメがさ、もう僕は大好きでして、そこにジンタンっていうのが出てくるんですよ。ジンタン。だから何って話なんですけどね。で、これほら、すごい。なんていうのこういうの。なんかこう、フェイスショップ、オールインワンケアシート。なんかまあこれ1枚で、なんかこう、美容液になる、スキンケアにもなるし、クレンジングにもなるし、なんかそういうのいただきました。で、
見てください。また次、ラサナっていうね、ボディーソープ、海藻ボディーソープだって。優しい香りと潤いのボディーソープ。夢見心地な気分のバスタイムをお楽しみください。っていうことで。うまいこと言ってますね。でもなんか可愛くない？紫で。これもまたさ、ブー太郎のお風呂シーンいっちゃう？前回のなんやったクリームシャンプー、謎の動画。今回はラサナ使ってみた。またやってみたいと思います。近々。自由なチャンネルですね。もう昨日、おとついはもうなんかすっごいさ、家族系の話でしたかと思えば、今日はなんか商品紹介しだして、しまいにはドラマの話をしだすっていう。まあもう興味ある人だけ覗いてきてください。もうこういう話でもうウェルカムっていう人だけこう秘密基地今日はね、ドラマ話バージョンですから付き合っていただきますよ、皆さん。よろしくお願いいたします。そう、もう12時半とかなっちゃってて、ドラマ見て、で、ちょっと寝落ちしたら、もうドラマ見てさ、いいねーってなりながらなんかこう、黄昏れてたんですよ。で、動画撮らななとか思いながらちょっと寝転んだらもう寝落ちしてましたよ。でももう今寝落ちしたから元気もりもり。でもお風呂入らなきゃいけないんでね、そんなゆっくりもしてらんないんですけど。そう、明日からも仕事だからさ。はい。でもドラマの話するわ。もう6分、6分。もう早くしてって感じですよね。そんなこともない。こういう話もみんな好きやったりします？じゃあ、ここからちょっとね、もう商品紹介終わったから、ちょっとブートのテンションを上げて喋るべく、こう、メガネを外して、さらなる可愛いブー太郎でいきたいと思います。はい。気持ち悪いナルシスト35歳、いかがでしょうか？なんかわけわからんテンションになってんねんけど。てかさ、これめっちゃ美味しいんだけど、芋ラテ。なんかこういうさ、ホット系の飲み物って、昔からお湯を沸かすのがめんどくさくって、飲む習慣がなかったんですけど、最近そのうち、最近でもないけど、ウォーターサーバーとかさ、でき始めてからさらっと簡単に飲めるようになったらさ、やっぱこういうの飲みやすくなったよね。ホットレモンも大好きで。なんかいただいたやつあったけど、あれも一瞬で飲み終わったな。もうめっちゃ美味しい。もうなんかホットの、なんか飲み物ってホッとするよね。ホットだけに。なんか寒かったけど、心はあったかい。つまんなすぎて一瞬寒かったけど。まだドラマの話始まらへんのかって感じやんね。もう一個話したいこと思い出したから話していい？実はさ、今日さ、本当は、スタタン先生の話をしようと思ったんですよ。これね、スタタンって聞いた瞬間に、あの話やって思った人もいると思うんですけど、大体知らない人が多いと思うんで説明しておくと、ブー太郎の、なんかこの、ゲイという認識になった、一つ、なんか自分ってゲイなんかもって思った出来事が、その小学校時代からもあって、それの第2弾なんですよ。1弾がサッカー少年 K 君だったんですけど、第2弾が、そのスタタン先生っていう、なんかちょっと一回先生の話、があるんです。ブー太郎がちょっと先生に恋してたかもっていう話が。まあ恋なのか、性的な目で見てたのか、なんかよくわかんないんですが、またその話をしてる動画があるんですよ。もう、だいぶ前、もう3、4年前に撮ってる動画。ブー太郎がもうパーマ、おばさんパーマの時。それさっき、旧パソコンの方に入ってて、久々チェックしてみたんです。なんか今日はその動画流すのもありやなと思って。いや、だけど、編集しな無理なようなことをバンバン言ってた。ち、まる、んとかさ、もう平気で言ってたから、あ、このまま出すのはちょっとまずいわと思って、またこのスタタン先生は、2024年バージョンで話し直さなあかんなっていうことに、気づいて、うん。また話すわ。それも楽しみにしててください。近々、プータローが、ゲイかもと思ったきっかけ、パート2を喋りたいと思います。でも今日はもう軽くね、ドラマの話じゃちょっとさして、内容どうこう喋りたいんですけど、なんかちょっとそれもどうかなと思ったんで、なんか設定についてだけちょっと喋りたいなと思って、まあそれがタイトルにもあるか、ちゃんとつけてるかもしれない、今回。でさ、まず、東京タワーの話で何をしたいかっていうと、やっぱね、東京タワーって、まあこうちょっと不倫系の話なんですよ。そう。で、まあちょっとそっち系で一つテーマを絞って喋りたいのと、で、もう一つこのね、ミスターゲットっていうドラマを見てる方は、結婚詐欺師を、もうちゃんとした恋愛、結婚相手を見つけるっていうお話なのね、大まかに言えば。で、じゃあ先に東京タワーの、このドラマをね、最新話とかを見て、今までの話見て話したいと思ったのが、さ、まあ、ここからちょっとネタバレになるかもしれないから、皆さん気をつけてください。東京タワー見てて、まだ見てないよって人は、ちょっとここから閉じてもらってね。でも、そんなん、興味ないって人も、まあ、閉じてもらって。でも、興味の人だけ見て。どんだけ前置きすんねんな、ブートロ。でも、話すわ。で、そのさ、今、すごい展開、なんか、2パターンで、こう、話がね、大まかに
ストーリーが進んでってるんですよ。なんかどういうことかっていうと、一人は、すごいやり手の女、社長でしたかね。なんかちょっと建築家か。すごいやり手のキャリアウーマンみたいな。でも結婚してるんですね、こっちが。この女の方が。で、もう一人方は大学生。そう。の二人の話。で、もう一人は、その大学生のね、女建築家と、しふみさんって言うねんけど、しふみさんと不倫してる大学生の子の親友っていうかもう幼馴染のかなわかんない友達が一緒の警備員で、その大学生はバイトもしてるのね。働いてて、で、その友達もなんかなんていうの、しふみさんと不倫してる話をその子から聞いてたら、なんか自分もちょっと感化されてじゃないけど、同じく家庭教師をしてる、生徒の親と子ももちろん結婚してるわけで、そことちょっと不倫関係みたいな感じに陥るわけですよ。で、そこのテーマだけでも喋りたいのは喋りたいんですけど、今もう展開が進んでて、で、もうそのしふみさん大学生ペアと家庭教師ペアで、話がどんどん交互で展開されていくのね。で、今すごい盛り上がってるのが家庭教師の方なんですよ。で、もうずっと、もちろんその旦那からあんまりも愛をもらえてない奥さんで、で、なんかもうちょっとそんなにも美意識も低くなってきてる中、若い子とセッションすることによってだんだんちょっと若さも取り戻しつつ、恋愛のキュンキュン感っていうのをなんか取り戻してる感じなんかな。で、かたや大学生の方はちょっと年上の魅力とか、なんか最初はちょっとこっちが遊んでやってる感。で、なんか付き合ってんねんけど、付き合ってるというか遊んでんねんけど、ついにね、もうずっとうまいこと裏でやってたんですが、娘に見られんのよ。その瞬間を。もう最悪な状況じゃん。もうただでさえ、もう最悪なことをしてるんですけど、ね。道徳的に。もうさ、娘に見られるなんてもう一番なってはならないことじゃないですか。で、もう、動画を撮るの。その娘は。なんか冷静ですごいなと思って、もう自分なんかさ、それはさ、どうなんかあなただったらどうしますその娘さん立場やったら、視点的に。自分の親が不倫してるとこ、しかも家庭教師の先生ですよ。しかも私は中学生かな、高校生かなの時に、逃げちゃわないブー太郎なら多分もう見なかったことですっていうか、そんな動画撮ろうっていう気にならないんですけども、その子は冷静っていうか、もう動揺してんねんけど、もうなんかもう気づいたら動画撮ってるって感じ。で、もうね、すごいその子は、高校生の子がね、もうメガネかけてても結構なんか真面目な雰囲気なキャラだったんですけど、もうそっから表変。あの女優の子すごいなんか演技上手でしたね。なんか急に評論家みたいになるけど、もう表変なんですよ、次の日から。もう、その家庭教師の違うわ。見ちゃって動画を撮って、そのままもうその娘は逃げちゃった。やっぱ、もうブータロと一緒やね。見ちゃったみたいな感じで。で、どっかも家帰らず行くんやけど、家庭教師と、その親の二人はさ、いつまでも娘が帰ってこへんから心配するわけじゃないですか。で、連絡しても全然連絡が取れない。で、でもとりあえずもう一旦お父さん、その旦那が帰ってくるから、もうその家庭教師の先生、若い大学生はもう帰ってって帰らされるわけよ。で、なんかそれもでも大学生からしたらちょっとなんか、あんまり気分的に良くないみたい。なんかちょっと俺は何なんだよみたいな、なんか邪魔者扱い感じゃないけど、ね、なんかそういう心理描写も描かれてて、で、その帰り道に、その娘は待ってたんでしょうね。その先生が帰り道知ってたんか知らんけど、待ってて鉢合わせして。で、そこでもう言うのよ。不倫してたよねみたいな。映像を見せてさっきの。で、どういうことみたいな。でもそっからもうね、とあるとこです。現れるわけ。もうその子がもうおかしくなっちゃって、もう許せないみたいな。不倫なんて許せないみたいな。不倫する人が幸せになれるわけがないみたいな。もう、それ起こるよね。で、
もう大学にも現れるわ。でなんだら合鍵を作って部屋にも現れて、もうどんどんビビらせていくわけ。で、親に言われたくなかったら私を抱いてよ。まだ言うねやんか。あなたピュアだったじゃん。なんか、どういうことみたいな。そう、親がいくら不倫したからってそんな一気に人格変わるっていうぐらい別人になっちゃってて。でもなんかそれがドラマとしてはなんかすごい見応えがあって、なんかハラハラドキドキ、なんかちょっと、ホラードラマでしたっけこれみたいな展開になったんやけど。で、もう次回予告で。もう、大学生もいろいろもう、友達、しふみさんと不倫してる友達とかにも助けを求めて、もうどうしようみたいな。でさ、家庭教師の大学生の男は、本命っていうか彼女もいるわけ。で、その彼女も実はもう最近その家庭教師の動きとか、なんか行動が怪しいと思って、なんか不倫を疑ってたんやけど、不倫ちゃうわ、浮気か結婚してないから間違えた。浮気を疑っててんやけど、次来週、もう、最後ね、今回の輪の最後のシーンで、もう、大学生がこう、もう、いっぱいいっぱいになって、もう全部、その家庭教師の親にこうなってるっていう、もうこの、もう状況を話そうと思って家行くんやけど、もうその時にはもう時すでに遅し、もう娘がもう動いてて、彼女も家に呼んでて、その家庭教師をね。で、もちろん親も、もう話してて、もう女子3人ですよ。娘、親、そして今かの、この3人がもう、リビングにいて、で、こう、大学生がこう現れて、うわこの、どうなるみたいなところで今週終わったんですよ。そう、もう来週は絶対波乱ですよね。いや、でもさ、すごくないと思って。で、もう、蓋を開けてみればね、その娘の心境的には、どっちもに怒ってると思ったの。なんなら、家庭教師の先生に怒ってるから、その家庭教師にいろんな場面ね、その家行ったり、大学生行ったり、それこそ彼女とデート中にも現れたりしたわけ。だからそういう嫌がらせをしてるのかなと思ったら、どうもお母さんをめっちゃ恨んでるっぽいの。なんかセリフ的に。そう。別にその大学の先生は別にいいのみたいな。お母さんが許せないみたいな。なんかさ、歌のさ、急にちょっと話変わるけどさ、こういうね、演技ごっこするの好きだったんですよ、昔。菅野美穂さんっているじゃん、女優の。なんかすごい昔からすごい演技とかも好きで、なんかね、昔、すっごい悪女の役をやることって結構あったやん、あの人って、菅野美穂さんって。で、すごい一見こう、最初はこう、人よさげにこうやってんねんけど、裏振り向いたらなんかこうさ、顔がキリってめっちゃ性格悪くなるみたいな。なんかあの切り替えの演技をさ、すごい憧れてさ、なんかよくやってたんですよ。で、それをさ、もうとある、なんかどういう流れかわからんけど、その自分が仲いい会社の先輩とも気が合うからさ、なんかそういう役とかやってたよね、みたいな菅野美穂ちゃんとかっていう話をしてて、で、なんかさ、僕はよくそういう演技してたわとか話をさ、恥ずかしげもなく話してたらさ、その会社の先輩もやってたとか言って、なんかさ、そこで話通じると思ってさ、嬉しさ反面そんなことあるんやと思ってるけど、ちょっとやっていい？今日も、ありがとう。大好きだよ。ちょっと待って、めっちゃキモい。で、こっちになったら、みたいな、ちょっと待って、もう全然うまくできへん。もうちょっとやめるわ。もうなんか今ので一気に画面閉じられてそう。ちょっとまだ練習しとくわ。なんか今設定も意味わからんかったし、なんで大好きだよとか言って急にこんな意味わからん状況になってるの。もうわけわからん。でもこんな話はいいんですよ。何の話でしたっけ？そう。何がしたかったそう。何がしたかったで、状況そう、そのタイプになったらどうするっていうことをみんなに聞きたかったっていう。いや、だからブータはできひんなと思って。そんな、もう、その大学生側の気持ちになったらもう、まあ自業自得か。自業自得っちゃ自業自得か。いや、だけどさ、恐ろしいでしょ。気になったでしょ。どうなるんでしょうね。気になった人は来週の東京タワー、土曜日の深夜ぐらいに確かやってたと思うんで、ぜひ見てください。てかもう何時？そうでしょ。もう19分。もうミスターゲットもういい？もう20分も喋るつもりなかったんですけど、結局喋っちゃうじゃん。
でもパパッと喋れば。でミスターゲットの方で、なんかこう、すごいなと思ったのは、何でした？そう。どうする？もうすっごいさ、この人いい人と思ってた人が結婚詐欺やったらどうするって話をしたかった。結婚詐欺じゃないにしろ、すっごい闇を持ってんねん。もう例えば、もうめっちゃ DV でしたとか、もうギャンブル依存症でしたか依存症だったとか、もうめっちゃ借金持ってるとか、そういうの知ったら、やっぱ別れれる？でもさ、これさ、冷静な時やったら別れれるっていうのが普通やと思うけどさ、結構恋愛に冒頭ってかこう、なんていうの、ハマってたらさ、なんかバカになるじゃないけど、なるよね。まあでもこの辺の話は、またじゃあ次回にしよう。だからさ、ドラマの見てたらなんかいろいろさ、喋りたくなるんですよね、こういうテーマで。そう、だから今ミスターゲットのめっちゃいいとこで、疑似結婚みたいな、してるんよ、今。でね、もともと結婚詐欺師やった女の人と、もう本当に純粋無垢な、でも父親が警察の和菓子屋さんとこう、を好きになっちゃうわけ。だけど、その和菓子屋さんを好きになりたいねんけど、もう自分は結婚詐欺師っていう、その、ね、悪いことしてる過去があるから、お父さんが警察ってした時に、この人と恋愛してはいけないっていうモードになるわけよ。だけどでも、好きが止まらない。だからどうしてもなんか縁もあって、こう、どんどんハマっていっちゃう。で、もう最終的には、その、なんていうの、フォトウェディングじゃない、なんかウェディングプランナーみたいな人にこう、広告的な感じのモデルになってほしいみたいな。そう。で、ちょっと疑似結婚みたいなのができるんやけど、でもなんかもうどんどんもうそれができる直前、前日ぐらいには、もう自分の、その、いろいろあってさ、また結婚詐欺師に復活したんですよ。どうしてもお金がいるから。結婚詐欺師でしかり大金をすぐに手に入れないから。で、その人から大金をこうもらって、それを、言っちゃえばその和菓子屋さんがさ、あの、連帯保証人みたいになってて、一気に2000万円がいるみたいな。それがなかったら、もう駄菓子屋さんじゃない、和菓子屋さんは潰れちゃうから、もうやめますとかやってんけど、そうはさせたくないから、また結婚詐欺師に戻って、それでお金を渡して、なんとか和菓子屋さんは救出してきたんやけど、そのお金を和菓子屋さんに渡したってことを、その結婚詐欺師で引っ掛けた男に、バレて、その男は闇金なのね、しかも。絶対ややこしいよね。いろいろあっても結局バレて、でその疑似結婚がほんまの結婚式みたいな感じで、もう、挑んだわけ。もう多分その、主役が松本まりかやねんけど、その松本まりかちゃんが、もう警察がもう迫ってても多分捕まるのも分かってたよね。だからその結婚式を本物の結婚式とこうもうなんか思い込んでじゃないけど、こう、なんかいろんなもうね、感動シーンがあって、で結局こう、結婚式の途中で捕まっていくんですけど、でも最後にさ、その和菓子屋さんに結婚詐欺師やから私は、あなたのことなんか全然好きじゃありませんでしたみたいな。私は嘘がつくのがうまいんですみたいな。なんかすごいさ、最後に捨て台詞を言って、もうあなたのことも我慢してただけですよ。本当は好きやねんけどね。で、もう最後警察のタクシーちゃうわ、間違えた。パトカー乗って、こう、我慢してんねんけど、もう耐えれず泣いちゃうっていうシーンで今回終わってんけど、これがね、もう1話目から実はもうフラグで流れてたんですよね、この警察に捕まるシーンが。そう、もうミスターゲットって結構展開も早くって、最後の終わり方が上手なんですよ。なんかこう、次が気になる終わり方をするっていうか、だから今回もさ、もう捕まっちゃったけど、じゃあ今後どうなるのこの話。みたいなところで終わってて、なんか第1幕が終わったって感じなんですよ、本当に。なんか第2幕、こっからどうなっていくのか、また見もので。そう。で、そう思った時に、なんか自分やったらどうすんねやろう。っていうのを、真剣に考えたわけじゃないけど、うわ、この展開、めっちゃ好きやった人が結婚詐欺師やった。っていうパターンもそうやし、私はこう、ブータローも近いよね。過去にいろんな闇を抱えてたから、それを知られた時に、ね、相手は受け入れてくれるのかとか、で、自分は幸せになってはいけないっていうさ、セリフがあるのよ。結婚詐欺師をこうしてきてるからね。
もうその気持ちもすごいわかるから、自分はどっちかというと松本まりかちゃんの心情に近いんですよね。そう。とか思って、なんかそれを語りたいなとか思ったけど、なんかうまく語れなかったって感じなんで、まあ皆さん見てる人がいたら、なんかコメント欄に書いてほしいし、まあ、なんかただただ喋ってみました。何これ、なんか別に自分やとどうするとかも熱く語ったわけでもなく、ただ、どう思うそれを問いかけただけの動画でした。2、30分の時間返せって感じ。怒らないで。ということで今日は終わります。こういう日もあってもいいよねっていうことで。では、明日は、ちょっとね、企んでることがあります。ちょっと、先週もルーティン系やったんで、明日もちょっとルーティン系のやつをやるかもって感じです。ということは、皆さん今日もグッドボタン皆さん忘れずにね、してくれたら嬉しいです。あとチャンネル登録も順調にもう本当にね、たくさんの方が最近も知ってきてくれてて、もうありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いします。では、もうね、遅い時間にアップロードしたので、おやすみか朝行ってらっしゃい。今日も一日頑張ろうかおやすみ。